皆さんこんにちは。中華明細専用のオーナーシェフ山田と申します。今日は、ホタルイカと菜の花のリゾットチャーハンですね。よろしくお願いします。では始めていきましょう。ホタルイカと菜の花のリゾットチャーハンは本当材料少ないです。まず菜の花ですね。あとホタルイカ、これは目と口をもう取り除いてあります。目はここ両方で、口はこの足の中になりますので、これを取り除いておいた状態ですね。あと菜の花は、こういう結構ね、こういうのが扱いづらいんですけど、これは取っちゃいます。取ってで、こういう感じですね。色味のためでもありますので、ここは2分の1。材料を入れたときに全部が一緒に火の通りがね一緒になるようにして、あと材料としましてはこちらのご飯ですね。ご飯とあと白湯、これは中華風の鶏で作った豚骨スープみたいな感じですね。これもこの状態で、常温になるとこうやって固まってしまうんですけど、これを使っていきます。あと中華スープ、あと卵ですね。これだけです。ちなみにご飯は冷えてるのと温かいのと使う方があると思うんですけども、どちらがよろしいですか？炊いて1日経った冷や飯って呼ばれるものの方がいいんですけど、どっちみち作る時はレンジかなんかで温めてもらった方が全然作りやすいので、炊きたてでも全然大丈夫です。炊きたての方がむしろチャーハンにはいいっていう人もいますし、もうそこら辺は好みで、ただ僕は冷や飯で一回レンジで温めた方が炒めた時に米の香りが出やすい。炊きたてだと水分がね豊富にあるんで、炒めた時に団子になりやすい。あと炒めた香りがちょっと出にくいと思ってます。では作っていきましょう。いつも動画を見てくださってありがとうございます。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ作っていきましょう。まずね、チャーハンを炒めていきます。そしたら適量の油でご飯をね炒めて、チャーハンをうまく作る卵が半熟状というか生の状態で別にご飯入れてもいいんですけど、ちょっと今みたいに卵が半熟状になるまでちょっと待ってからこうやってほぐし始める。完璧に生の時に混ぜちゃうと卵混ぜご飯になっちゃうんで、そうすると米と中華鍋の麺、接する麺に全部卵が入っちゃうんですよ。そうすると米を炒めた香りが出にくいので、ある程度こうやってご飯と卵のところがちょっと分かれるような感じ。かといって卵を炒めすぎた後に米を入れるとまたそれもねちょっと町場のチャーハンになってしまうんで、下味で塩です。そしたらこれを一回取り除いて、ここに鶏油、ホタルイカ、
これも弱火でホタルイカを中をちょっと味噌が出てくるような感じでこうやって潰したりします。ホタルイカの味噌が出てきて炒めて香りを出す、それが目的なのでこういう感じです。潰れてないホタルイカがあってもいいです。何個かはちょっと潰れて味噌が出てきた方が。でここにオイスターソースで醤油で酒ですね。ここでスープを入れる。こうするとスープにホタルイカの旨味が溶け出してすごい美味しくなるので、今日はそこに白湯ですね。白湯を入れてこのリゾットチャーハンに濃厚さをプラスします。そしたらなるほどですね。大事なのは全部火が通る時間とこの料理が完成する時間、それを一緒にすること。そしたらここで味見です。で、たまり醤油、砂糖少し。そしたらですね、ここでとろみをつけます。このメニューは本当うちの人気メニューなんで、ぜひね食べてもらいたいです。そしたらこのとろみが重要です。とろみがもうずっと線がつくぐらい。これボテボテってなっちゃうともうチャーハンを入れた時に炒められないので団子になってしまうので、そうですね、こういう状態ですね。でチャーハンを入れてここにもう一度鶏油とネギ油でこの鍋肌を焼いていきます。これも香りを入れるためですね。鍋肌が焦げるように。だけど焦げになってしまうと味は落ちてしまうので、この焦げをうまく入れながらでこれで完成です。菜の花がね緑で綺麗なので最後に菜の花が来るように盛り付けましょう。はい、こちらでホタルイカと菜の花のリゾットチャーハンの完成です。山さんありがとうございます。はい、じゃあ早速出社していただきます。ホタルイカの食感とお米の食感がそれぞれ交互で違うので噛み応えもあって味もすごい濃厚ですね。これ濃厚ですよね。もうホタルイカの味噌と中華の白湯の濃厚さを掛け合わせた料理になっています。わざわざね炒めたチャーハンを汁に浸す、これ香港ではポピュラーな料理なので。ちなみにさっきの濃厚なこの元になるはい白湯ですか。あれがなかった場合って、あれがない場合は最初ホタルイカにスープを入れた時点に
スープをね 1.5 倍ぐらいにしてそれを詰めてっていうのがあったりとか、家庭で使うときは何だろう、その中華スープのだし、それでもいいんで、1.5 倍のぐらいのスープをちょっと煮詰めていくような作業をしていただけると濃厚さをアップすると思います。すごい美味しい料理をご紹介どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。東高円寺でですね、中華料理屋を営んでおります。広東料理を中心としてますが、辛い料理、麻婆豆腐とかも結構人気で、頑張っておりますので、ぜひよろしくお願いします。